どうも、猫のです。結構今まで動画でスフレ2回やって、ベイクドをやって、レアチーズやって、この間ニューヨークチーズケーキやってってめっちゃチーズケーキやったんやけど、せっかくやったらじゃあバスクもやっとこうみたいな。いわゆるバスチ流行りの、なんとなく抹茶であります。これはマジでなんとなく。でね、ちょっとこの前置きというか喋りみたいな、多分結構長くなると思うよね、今回。やけど作り方だけ見たいよっていう人は、この時間まで飛んでほしい。ちょっとペラペラ喋るけんね。バスクチーズケーキ何っていう話なんやけど、このバスクっていうのは地方なんよね。スペインの、バスク地方っていうとこ。で、そこにラビーニャっていう、レストランがあって、バルみたいな感じかな。そこのチーズケーキがうめえうめえってなって、それを参考に、作られたっていう感じ。やけ別に向こうじゃバスクチーズケーキっていう名前じゃないんだ。こっちで開発するときにそのバスク風チーズケーキみたいな。で、バスクチーズケーキ。で、略してバクチーみたいな。略してバクチーみたいな。バクチーじゃない。バスチーみたいな感じになったっていう。で、結構コンビニとかやと、レアでもないし、ベイクドでもないよみたいな、不思議な食感だよみたいな感じで売られとるんやけど、正確に分類すると、ベイクドチーズケーキ、スポンジタイプの、スフレチーズっていうのと、焼かずにゼラチンで固める、レアチーズケーキっていうのと、アパレイユって呼ばれるドロッとした液体、スポンジじゃなくて、それを焼く、ベイクドチーズっていうのがあるんやけど、だからそのベイクドチーズの中のバスク風チーズケーキっていう、分類です。で、そのラビーニャっていうお店の本家のレシピみたいな。あれって、普通に公開されとるんよ。そのラビーニャの人が動画で解説しとんのも出て、で、俺が見たやつは、クックパッドの編集部みたいな。で、その編集部の人たちが、実際にそのラビーニャに行って、話聞いて、リポートしてきたよっていうやつ。興味ある人は、見てみてください。普通のベイクドと、バスクチーズケーキ何が違うんかって言ったら、俺が見た限りやと別にそんなにレシピ配合自体で変わったとこはないかなっていう感じ。別に向こうもね特別なチーズケーキ作ろうと思って作ったわけじゃないし、普通にベイクドでもある感じのレシピやなっていう感じやった。やけどニューヨークの時も言ったんやけど、その作る人がバスク風チーズケーキを作ろうって言って作ったらバスチでいいんじゃねみたいなやと俺は思ってる。で、そのせっかく本家のレシピがあるけん、それを元にアレンジしてみましたっていう感じの、配合になってる今日は。ということで、作っていきましょう。これ作ってみた。はい、じゃあそしたらまずはちょっとカラメルを作ろうと思って、で、これが黒糖と、水。同量やね。で、これ火にかけて、で、本場のバスチ、ラビーニャのチーズケーキにはこういうカラメルって入っとらんのやけど、日本で流行ってるバスチ、言ったらローソンだったりとか、でそういうやつの結構成分表を見てみたんよね。原材料とか。そしたら結構そのカラメルのパウダーだったりとか、そういうのが入っとったよね、ペーストみたいな。じゃあちょっとカラメル作って、入れてみるかと思ったんやけど、抹茶やし、黒糖、黒蜜っぽい感じの方が合うかなと思って、入れてみてます。で、これは溶かした後にちょっと煮詰めていくと、とろっとしてくるんよね。ちょっとその焦げた風味というか、煮詰めた感じの風味を入れたいけん。このぐらいかな？ちょっととろって落ちるぐらい。あんま煮詰めるとね、ガチガチの飴みたいになるけんね。気をつけて。で、そしたらボウルとかに移して、これでちょっと粗熱取っときます。そしたら粗熱取り寄る間に、計量だったりとか、あと型の準備。今回15センチのパンケ型、丸い型でやるけんね。で、わーっと出して、くしゃくしゃに、こんな感じでやって、で、水につけるとちょっと柔らかくなるけん、敷き込みやすいんよ。はい、こんな感じ。で、この内側の水気は拭いとって、多少残っとっても問題はないけんね。で、基本的にはもうあと混ぜていくだけやけんね。めっちゃ簡単。これクリームチーズ。軽く室温に戻しとったやつ。で、このクリームチーズにグラニュー糖。
で、グラニュー糖が混ざったらホイッパーに持ち替えて、で、卵。これちょっとね、温めた方が混ざりやすいけん。3回ぐらいに分けて加えていきます。で、この粗熱の取れた、キャラメル。ちょっとこっちに入れて、で、合わせて、で、混ざったら、一旦置いといて、で、この抹茶パウダー。で、抹茶パウダーはね、そのまま入れるとマジでダマになるけん。この生クリームと、抹茶で、一回こう滑らかにペーストみたいにします。で、ちなみに生クリームは今回45%、脂肪分45% のやつでやってます。結構重めやね。35% とかでもいいけど、動物性のやつ使ってあげた方が美味しくなるけん。で、これをさらにこして入れます。絶対に抹茶の、粒を残さないまん。なんでもないです。で、これもホイッパーでわーわー混ぜて、で、ここにあとは薄力粉入れて混ぜたら OK なんやけど、ある人はハンドブレンダー。やっぱね、バスチーのこう、トロトロ感みたいな。あれって粉が少ないっていうのと、このチーズのダマやったりとか、それこそ抹茶のダマとか、そういうのがなければないほどこう、滑らかで美味しいけん。ある人はね、絶対ハンドブレンダーをかけてあげた方が美味しいけん。なかったら別にいいよ。はい、これでもうめっちゃトロットロな生地ができたけんね。で、最後は薄力粉。で、ちなみにこの薄力粉は入っとらん方がぶっちゃけその、生地のトロトロ感みたいなのはなんかあるんよね。本家がレストランやけど入っとるっていうのと、持ち運びとか、プレゼントとか、そういうやつにも薄力粉が入っとった方が形保ちやすいけん入ってます。で、混ざったら OK。そしたら型に入れて、わーっと。そしたらこれで、250度に予熱しとったオーブンで、35分ぐらい焼きます。ただオーブンによってはね、その230までしか出ないよみたいなあると思うけん、一番高いやつで、とりあえず焼いてください。で、焼きについてないんやけど、ちょっとこれも長いかもしれん。そのめっちゃトロトロにするにはどうしたらいいかって言ったら、言ったら半生にするのが一番なんよね。そのラビーニャっていうお店の写真とか見たんやけど、めっちゃ半生で結構形保つので精一杯みたいな。それはなんでかって言ったら、単純にその火を入れ切ってないっていうだけなんよね。レストランって作ってすぐ提供できるやん。やけそういう半生とかでも、提供できるんやけど、衛生の点で言ったら、やっぱしっかり、焼き切ってあげた方が、その日持ちだったりとか、傷みにくいけん。なんかちょっと難しいとこなんやけど、自分で作って、すぐ食べるよっていう人は、25分とか30分ぐらいで、焼いて、ってやったらこうめっちゃこうトロトロな感じのもできるけん、いろいろやってみてもいいと思う。はい。こんな感じでバッチリ焼けたけんね。やっぱ高温で焼くとこの表面がちょっとこう焦げっぽくなるという。どんくらい焦がすかはね、好みでいいけん。そしたらこれは、このまま常温で粗熱取ります。普通のね、ケーキとか焼く180度とかより爆発いけんマジで気をつけてね。
で、今30分ぐらい置いとったんやけど、まだ結構あったかいんよね。このまま冷蔵庫入れて、しっかり冷やすと、こうなんかしっとりっていう感じになるし、あったかいままの方がクリーム感みたいな、クリーミー感はある。ラビーニャっていうお店やと、まあレストランやけ焼き上がって、あったかい状態で切って提供するらしい。よいしょ。めっちゃうまそうやん。はい、ということで冷蔵庫で冷やしてきます。はい、じゃあ一晩冷やしたんで、カットしていきましょう。でね、これやっぱちょっと紙取るのむずいけん、まあ紙つけたまま切ろうかなと思って。だとね、服が洗濯したんやけど乾かんかったけん、私服です。すまんね。はい、じゃあいただきます。いや、めっちゃ柔らかい。めっちゃね、こう、ぬろっていう感じ。まあまあ、バスチー食ったことある人やったらわかると思うけど、まあ、この独特のなんか、柔らかさあるよね。やっぱこの焦げ目の部分の苦さがいいよね。だけどちょっとね、中は重たくなっとるんよね。脂肪分とかは。だけど、この焦げ目があると、こうなんかね、こうリセットされる感じがする。なんか結構大人向けの抹茶のスイーツっていう感じ。で、抹茶も割と強め。半冷凍とかでも美味しそうじゃない？美味しそうじゃない？そうでもない？わからん。誰かやってみて。まあでもね、味は美味しい。まあ美味しい。もうちょっと最近食レポを上手に逃げ続けたから、今更どう食レポしていいかわからん。抹茶の味がします。うまい。ごちそうさまです。いやー、美味しいわ。いや、チーズケーキの食レポはね、苦手なんよ。早くね、なんかこう、味とかを、こう、伝えれる、あれができてほしいね。映像みたいな。まあ、ただね、抹茶苦手なんよねっていう人も多分おるやん。これ、レシピから、抹茶だけ抜いたらそのままできるけん、プレーンなやつ作ってもいいし、で、もう一個、ちょっといろいろ試作、今回しよって、パルメザンチーズを、40g やったかな。だからクリームチーズを 210g にして、パルメザンを40入れてみたい。そしたら結構こう、おつまみというか、なんかレストランで出てきそうな、結構料理とか、ワインとかと合いそうな、バスチーができた。まあそれも一応概要欄書いとこう。抹茶とはやっぱ合わんかって、だから今回省いたんやけど、まあね、ちょっとパルメザン入れると、まあなんかちょっとこうパンチの効いたこうスイーツよりはこうちょっと料理っぽい、なんかチーズ料理っぽい感じになるけん。で、俺試作しよったって言ったやん。さあ、明日動画撮ろうかなって思った日に、おやつラボさんっていう YouTube チャンネルの方が、抹茶のバスクチーズケーキ出したんよ。うわーと思って、マジで被ったと思って。で、しかももう一回さ、そのサムネとかを見ちゃったらさ、めっちゃ影響されるんよ。しかもめっちゃうまいけん、サムネが。うまかったけん。今日のね、サムネどうなっとうかわからんけどまだ。それ見てパクったとかっていうあれじゃないけん。なんか、いや、マジで迷ったもん。それ見た時に、うわーと思って。どうしよう、トランメーかなと思って。ということで、チャンネル登録と、あと Twitter とインスタと、あと一応サブチャンがあるけん、なんかそっちの方も、登録してくれたら嬉しいです。じゃあ、お疲れ様でした。バイバーイ。